村上さん、村上さん。はい。この間の動画に、はい。コメントで、村上さんが使ってるはインク、ああ、はい。このインクが、靴以外のものにでも使えるのかとかっていうような、そういうコメント来てましたよね。あれ実際どうなんですか？基本的にうちは靴専門のお店なので、日常でこう、お財布を仕事をするっていうこととかないんですけど、革小物には一般的には使えると思いますね。あ、そうなんですね。はい。この村上さんがいつも使っているこの膨大なインクのシリーズ、はい、これはどういうものなんですか？これは基本的に靴のソールのなんていうんですかね、こういう部分をコバっていうんですけれど、はい、ヘリというか。そうです。ヘリとか端とか、英語だとエッジ、はい、コバと思います。この部分にそもそも塗るインクってことなんですね、これらは。そうですね。ちょっと確認ですけど。はい。これ今何種類あるんですか？パック3、40とかじゃないですか。でもここにあるのって多分ほんの一部なんですよね。村上さん、村上さん。はい、ちょっと今、必殺仕分け人が出ちゃいますけど、そんなに必要なんですか？いや、本当にそんなに必要なんですか？もちろん1年か2年に1回しか使わないっていう子たちもいるんでそうなんです。うちはこう修理屋なので、もう世界にあるさまざまな靴を相手にしなければならないので、さまざまなインクも使うので、そのためにやっぱ必要だったっていうことで。例えばですけど、ではこの、はい、僕のこの財布とかも、はい、そのインクで綺麗になったりするんですか？結構使い込んでますよね。そうですね。特にヘリの部分とかは結構、もう、ここですね。もう色は剥げちゃってるし、なんかささくれちゃってるしって感じなんですけど。そうですね。ここはやっぱ人間がこう財布を持つときに手でこう掴む部分なんで、人間の手の汗に皮脂ってすごく含まれてるんで、その油でここはツヤ感がいいツヤがいい味が出てるんですけど、逆にこっちってこう掴まないじゃないですか。確かに。なのでズボンに擦れたりして、こっちとこっちで全然色感が変わっちゃってるんですよね、今。ここの色にやっぱり合わせた全体を合わせてあげるとすごく素敵な形に戻るので、ここの色に合わせてあげるっていうのをしていくことはできますね。はい。じゃあハドソン靴店の、インクでもじゃあその財布をメンテナンスしていただくことは可能っちゃ可能なんですね。可能です。なるほど。うちのハットは革製品の端っこであれば何にでも使えます。まずはやっぱこのバサついてるのが今問題で、やっぱりこう人間の皮脂がこの上に今ついちゃったり、汚れとかホコリが付着しちゃってるんで、あれですね。この辺。これなんですか？これ紙やすりです。サンドペーパーですね。はい。この番手が一番大事ですね。グリッド番手。はい。この320番っていう粒度の粗さですね。粒度って言うんですけど、紙やすりっていうのは粗いものもあれば細かいものもあるんで、ここ触れるようになってるんですよ。細かすぎると、おいおいちょっと支障出たりするんで、320がおすすめかなっていう。なんか綺麗にするんだったら、なんか番手が、粒度が細かければ細かいほどいいんじゃないかっていうんで、2000番とか3000番とか、もっといくと1万5000、2万っていう番手も売ってるんですよ。だけど、そんなのでやってしまっては、もう、ツルツルになりすぎてしまって、もうそれ以上何も乗らなくなっちゃうんですね。つまりインクが乗らなくなってくる。そうなんですよ。なるほど。それは確かに考えてなかったな。これよく
向き、皆さん知らない方多いんですけど、文字の向きって今こうじゃないですか。はい。なので、こっち側方向に紙やすりを当てても意味ないんですよね。そうなんですか。そうなんですよ。知らなかった。だからこれで言うと、こう何かに当ててあげないといけないということです。はい。でこうして、やって、こうやって綺麗に。紙やすりってはい。定規で切れちゃうんですね。そうなんです。紙なんで、ここをちょっと吸っていきますね。吸る理由としては、今、汚れとか無駄な付着物がたくさんついてるんですよね。はいはい。でこのまんまいきなりインク塗って仕上げようと思っても、綺麗には上がらないんですよ。なので、ちょっと手間なんですけど、この紙やすりを使って、最初、無駄なものを落としていくっていう感じですね。なるほはい。はい、じゃあ、ちょっと吸っていきますね。これが今使っててこうなったんで、こうなったらここを変えてあげる。そうするとすごく何回でも使えるんで。こんぐらい？はいはいはい。これぐらいは削ると、やすりを当てるってことなんですね。そうです。了解。今、お化粧とかを落としてあげて、すっぴんなんですよ。だからここからお化粧をしていくっていう感じです。はい。で、汚れをある程度落としたら、この硬化剤。硬化剤。はい。ハードナーって書いてますね。はい。で、硬化剤って世の中のその趣味でやってる方ですら、ほぼ使わないですね。靴でも知ってる方ほんと少ないので、修理業界では。ただ、これめちゃくちゃ大事で、これを使うか使わないかで、もう仕上がりが1段階、2段階変わってきますね。そうなんですよ。で、すぐ乾きます。1分、2分で。こういう曲がりやすいところは注意して、で具体的には何してんのかというと、皮を少し硬くさせてあげる。皮を硬くしたら、はい。なんかいいことがあるってことですか？あるんですよ。皮っていうのは、これが難しいのが生地とかと違って、どこを取っても均一なものではないんですよ。もともとが動物の皮膚なので、人間もそうじゃないですか。擦れる部分って硬いんですよね。やっぱこういう関節の部分とか出てる部分。でも逆に首とかって柔らかいじゃないですか。触れないんで。で、こういうのも一緒で、この中にも硬い柔らかいってあるんですよ。天然のものなんで。この硬化剤は皮の中の柔らかい部分を少し硬くさせてあげて、最後の仕上がりを均一化、綺麗にしてあげる目的のものっていう感じですね。で、これでもう一回吸っていきます。はい。はい。やりづらかったら、こういうとこも使う。こっちの方がやりやすいんですよ。多分一般の方とか、絶対。そうなんです。動かないから。こっちの方が絶対いいですよね。ここがゲージにできるんで、手の。皮っていうのは焦げやすいんですね。焦げる？そう、焦げつきやすいんですよ。
ほ紙やすりってこう摩擦熱が生じるじゃないですか。う。はい。その摩擦熱によって焦げちゃうと、そこに色が入んなくなるんですよね。で、それで、その最後仕上げてから、あれ、ここ色がなんか透けてんなとか、色が落ちちゃってるなっていうのは焦げちゃってるんですよ。なので、これはすごく耐熱温度を引き上げてる硬化剤なんで、これを塗ることで、紙やすりの摩擦熱に、これが皮を守ってくれるんですね。これで硬化剤でちょっと硬くさせてあげて、焦げから守るのと、面を作ってあげるっていう2つ役割を果たしてるんですよね。なるほど。はい。で、次にインクを入れます。この中にワックスが含まれてるんですよ。これ色のせてるけど、ワックスも入ってるんですね。これは色をのせてるっていうよりもかなり薄い色ですよね、本当。まあまあ、そうですね。ぐらいの皮の味を出してあげるぐらいの色っていう。これもドプってつけとべちゃべちゃなんで、こういうのティッシュでちょっとちょんちょんってやってあげて、残ったやつでやってあげるといいですね。何色っていうんですか？これは一応ベージュですね。多分このヌメ革の革はもともとはアイボリーぐらいの薄い仕上げだったと思うんですけど、やっぱ今っていうのは使ってる方の皮脂とか味とか経年変化で飴色になってってるんで、飴色に同化させるにはやっぱベージュがいいと思いますね。やっぱ新品を作るのとはここがちょっと違うんですね。で、自宅にある雑巾とか、男性とかであれば、はい。よくワイシャツの、白いワイシャツの下に着る、はい白 T あるじゃないですか。はいあれの黄ばんじゃったやつとかでもいいと思うんですけおど、ーそういうのをこうやってハサミでちょきちょき、細長く切ってもらって、はいこれネル生地なんですね。ネルシャツの生地。これでもいいですね。これは靴でよくつま先を光らせるためによく使ったりするんですけど、なければこういう雑巾でもいいですね。タオル。そう、タオルの。どっちかっていうとこういうバサバサしてる部分よりも、こういうちょっとさらっとしてるタオルあるじゃないですか。この中でもちょっと部分で違いますけど、この辺のがやりやすいですね。手ぬぐいみたいな。そうです、そうです。で、これでしごいていきますね。で、これもあんまりインクが乾きすぎちゃうと、皮なんで全部入ってっちゃうんですよね。表面の成分が皮の目に。だからちょっと乾いたぐらいで早めにやってあげるといいですね。ワックスの、これが皮の断面、ここだとしますよね。ここだとすると、今塗ると、ワックスの粒子がこんな感じなんですよね。で要は、デコボコ、デコボコ、デコボコっていう感じで、要はこういう風にガタついてるんですよ。このまんまだと、綺麗に見えないんです。要は光り輝いて見えないんですよね。確かに、確かに。で、これを今からウェスっていうものを使って、これがさっきタオルでもいいですよ。使い古した面でもいいですけど、それで摩擦、要はこすって、摩擦熱を起こしてあげるんですよね。これで、わーって摩擦熱を起こしてあげることで、じゃあ何が起きるかっていうと、こうやってなってたものが、綺麗に、なるほど。はい、表面がなだらかになる。そうなんですよ。こうやって均一化、平滑化するんですよね。なるほど、なるほど。でこの平滑化した、ワックスが平滑化した状態を、皆さんはよく靴でいうつま先を鏡面磨きとか、ハイシャインって言ったりとか、あとこういう革小物で最後のコバ処理とか、そこでこう、ウェスで磨くと綺麗になりますよね、とか、そういうのを、要はワックスを平らにしてあげるっていう感じですね。こういうところで、
構インクのノリがいいですね。この時間がこんな短時間で光るってあんまりないですよね。時間も短縮できるんで、プロの人にはいいかなと思ってるんですね。この5倍インクの性能ってことですか？そうです。やっぱり固形じゃなく、なんかジェル状でもなく液体化させてるのがポイントなんですよね。やっぱり浸透が早いですし、いいですね。すごくないですか、ツヤ感。見えますかね。ちょっと光にうまく、見えます？ちょっと動かしてもらっていいかな。おー、すごいすごい。すごいすごい。お、すごいです。おー。ほんと、キラーンっていう SE がつきますよ、これ。おー。ささくれてたコバが。あー、美しい。ハドソン靴店のコンセプトとして、見た目だけ直して履いてからすぐ壊れるっていうのは、基本的に修理として認めてないんですよ。村上さんが。はい。ハドソン靴店のコンセプトとしてですね。それは修理じゃないよと。ハリボテですよね。修理っていうのはあくまでも人間が普通の通常の使い方をして持たないと、それっていうのはリペアじゃないと思ってるんですよ。はい。その場だけ元通りに、デフォルトの状態にパッと見見えたとしても、使って1週間2週間で剥がれちゃったね、壊れちゃったね。それは修理じゃないですよね。でやっぱそこが大前提としてハドソン靴店っていうのは、全てのものに対してその考えが根底にあるので、それに基づいて作ったハットっていうのも、塗って、光ったね。で終わりっていうのはダメですよね。やっぱ使ってってちゃんとこのツヤ感とかツルツルスベスベが残ってるねとか、皮長持ちするな、革製品やっぱハット使ってよかったなっていうのが得られなければ、やっぱそれってダメだと思うんですよね。で、そういうものが世の中になかったから自分で作っちゃったと。そうです。色の定着率を引き上げて、ちょっと成分もこういう形なんですけど、今までの商品では考えられないぐらい高級な染料を使ったりですとか、お高いんですか？そこそこです。